16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はこちら、いびき対策にはぜひ枕を試そうというお話を今日はしたいと思います。日本のいびき人口どのぐらいか知っていますか？わかりません。どれぐらいなんですか？実は2000万人もいびきの人口がいると言われているんです。いびきって自分でわかる場合もあれば、知らない方も結構多いじゃないですか。それを考えると2000万人といってもその数倍、本当は潜在的にいびきを持っている人は多いんじゃないかと私は推察しています。よく、ご家族、奥様、旦那様、子供さんからいびきがうるさくて寝れないという言葉聞いたりしますよね。はい、よく聞きますね。いびきって実は自分が困るっていうよりは、一緒に寝ている家族の方が結構困ってしまうんですよね。なので、ぜひそのご家族のためにもなるべく迷惑をかけないようにいびきを減らすことが大事なんではないでしょうか。そのキーワードは今日はこちら、枕なんです。どんな枕を使うといびきが出ると思いますか？やっぱり高い枕ですかね。どんな感じ？例えばこういう風に半分に折って高さを出して、二つ折りっていうことですかね。はい、確かに高い枕をするとこのように喉が圧迫されて息が詰まっていびきが出るっていう感じしますよね。もちろんそれはあるんです。高枕によっていびきが出ることあります。でもこの体に合わない枕を使うと、枕って実はポーンって飛んでしまうんですよね。そうするとどうなりますか？このように頭が下がって顎が出て喉が圧迫される。このように低すぎる枕や枕なしの状態もいびきの原因になるんです。ありがとうございます。そのようにですね、枕というのが今回のいびきの原因にはとても重要なキーワードになっています。ではまずいびきについて基本的なところちょっとお話ししましょう。こちらご覧ください。いびきの原因です。外因性と内因性というふうに、分けています。分類されます。外因性は読んで字のごとく外因ですから、体の外にある何か条件がいびきの原因になっている場合、一方内因性は体の内側にある何か原因がいびきの原因になっている場合です。例えば外因性は寝具、枕や布団、そして、夜寝る前に飲むアルコール、疲労、さまざまな外的な要素。皆さんもちょっと思い浮かべれば、アルコールを飲んだ日はどうも筋肉の弛緩、筋肉が緩んで、喉が圧迫されるような感じ、覚えることも多いのではないでしょうか。飲んで帰ってくるとご家族にいびきがうるさいなんて言われることあるのではないでしょうか。また日中に夏など汗をかいて非常に疲労してしまって、より一層ぐーっと深く寝てしまうと、知らないうちにいびきが出ている、疲れている時にいびきが出るなんてこともありますよね。もう一方で内因性の要因、体の内側の要因としては、体の作り、骨格や体格、そして顎が小さい方、首が短い方、舌が落ち込んでいる方、肥満があって喉が細くなってしまっている方、そして遺伝的な要素も実はこの中に含まれるんです。このようなさまざまな外因性と内因性の要素があっていびきが起こってくるわけですが、
皆さんがなるべく簡単に少しでもいびきを減らすためには、この、外因性の要素の中の一つ、ぜひ枕という部分を変えることで少しでもいびきを減らす努力をしてみましょう。当研究所で、面白い実験を行ってみました。ボディマスインデックスといって、肥満の度合いを調査する指標、これ軽症から重症まで1度から4度の方のこの肥満度の方に集まっていただいて、40名の方に参加していただいた研究です。適切な高さの枕を使用した時と、5ミリ低くして使った場合と5ミリ高くして使った場合、高さを変えることでいびきの程度を調べていただいたんです。そうすると、しっかりと高さの合っている枕を使うとピタッといびきの音がご家族聞いていただいて消えるのですが、5ミリ高くても5ミリ低くても枕の高さがわずかに自分に合っていないとまたいびきが出てしまう、こんなことが分かりました。 70% という高い確率でこの実験が証明されたわけです。ですので、枕を長年使う中で少しずつ素材が傷んでへたってしまった場合にも、実は消えていたいびきが再度出てしまうということにもなりかねません。いつも自分の体に最も合う適切な高さで、首の角度、ひいては首の中にある、首の骨の前にある気道という空気の通り道、ここを確保することがいびきを減らすために重要なポイントとなります。ぜひ適切な高さの枕を使っていただいて、今晩からいびきを少しでも減らす努力してみましょう。簡単なことですので、ぜひやってみてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。